ゲンチャンネルです。このチャンネルは普通の会社員で DIY 初心者の私たち夫婦と豆柴ゲンが不便を楽しむ小屋暮らしを夢見て地方に土地を購入して無謀にも週末だけでセルフビルドで家一軒を建てることにチャレンジする体験をお届けするチャンネルです。今回は寝室のこちら側の北側の壁の断熱材をすべて入れるという目標でやっていきたいと思います。で、早速断熱材切ってきましたのでこれを入れていきます。壁に合わせてピタピタに切っていますのでゴムハンマーで叩いてはめ込みます。第67話では一個一個測って切ってはめてと非効率に作業していました。今回は丸二桔梗さんから指摘があった通りいくつかまとめて作業してみました。丸二桔梗さん、コメントありがとうございました。断熱材は分厚くて一度丸ノコを通しただけだと切れません。丸ノコを通した後に手ノコで切っていきました。4ついっぺんに全部切ってきました。これを入れていきます。一発カットしてきただけではなかなかサイズが合わないことが多かったです。カメラが回ってないところで断熱材のサイズの微調整をする場面も正直ありました。前々回と比べてかなり効率的に作業できているつもりですがいかがでしょうか。あっという間に壁の3分の2以上に断熱材が入りました。撮影してるの10月30日でまだ11月にもなってないんですけど、もう地面に霜が降り始めております。屋根の断熱材を入れた寝室の方はしっかり霜が降りていて、他の居間とトイレの側がですね、まだ屋根の断熱材が入ってないので、そちらは部屋の暖かさが伝わって屋根の霜がもう溶けちゃっていて、霜が降りていないという状況になってます。断熱材の効果が非常によくわかる絵になってますね。昨日はですね、この辺の断熱材を貼っていきましたんで、今日はこっちのですね、奥の方の断熱材を貼っていきたいと思います。で、この辺が結構木材とか、いろいろ物がですね、ちょっと散らかってますので、この辺のですね、物を一回こっちにワッと移動させてから、こっちをやっていきたいと思います。このファイバーグラスの方の断熱材は一回取って、ミラーフォームの方の断熱材をつけていきたいと思います。ファイバーグラスを外すといってもこうやってタッカーで止まってますので、このタッカーをですね、一つ一つ取り除きながらファイバーグラスの断熱材を取っていくという作業になります。かなりタッカーたくさん止まってますので、結構これ意外と時間かかる作業になるかなと思ってます。はい、それでは物の移動作業をやっていきたいと思います。片付けが苦手なエディは作業ができるようにうまく物を動かすことができるのでしょうか。
とりあえずは作業ができるぐらい片付いたんで、一旦これで作業を進めたいと思います。まずはこのファイバーグラスを取っていく作業をしていきます。ではタッカーをどんどん取っていきたいと思います。こんなペンチで取ってます。ホッチキスみたいなやつとはいえ結構がっちり入ってるんで、こういったペンチで抜いていってます。1年以上間違った施工のままついていたグラスファイバーがついに外されます。うまくタッカーを除去してファイバーグラスを撤去できました。じゃーん、ファイバーグラス撤去できましたんで、ここにミラーフォームを貼っていきたいと思います。断熱材ファイバーグラスでも良かったんですけど、最初にファイバーグラスを施工したやり方がちょっと間違いだったみたいなので、ちょっとどうせやり直すんだったら、発泡系のミラーフォームでやり直そうかなということで、一回ファイバーグラスを撤去しました。取り付ける断熱材をまたどんどん切っていきます。縦長に2枚切り出すために2枚分丸ノコを入れてから手ノコでそれぞれ切り出しました。はい。これで寝室の北側の壁のすべてに断熱材を入れることができました。今まで家が完成した形っていうのを、全体図がなかなか見にくかったと思うんで、ちょっと今回は不動産の物件風の図面をちょっと描いてみました。これパワーポイントで描いたんですけど、結構おしゃれな家みたいな感じに描けたと思うんで、さらに内装を進めていくのが楽しみになりました。